世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回も地罰に関する話題なんですけれども、まずは破壊表現についてですね。前回の動画でケイオスっていうね、リアルタイムでその場でオブジェクトを破壊して物理で動かしてくれるっていう仕組みを紹介したと思うんですけど、あれね、ちょっと挙動が重すぎてゲームがクラッシュしちゃうことが稀にあるっていうことで、ちょっとね、今回の体験版には載せられないなってなったので、破壊表現をね、エフェクトで表現するように変更を加えました。スローモーションで再生するとこんな感じの見た目になっています。ボロボロとね、地罰の破片が崩れ落ちるような表現になってますね。この破片に関してはちょっともうちょい派手にやってもいいかもしれないですよね。例えば数を増やすとか、放射状にね、叩いた方向に向けてベクトルを持って飛ばさせるみたいな感じにするのもありなのかなと思っております。で、ちなみにこれ叩いた時にね、攻撃判定も発生するようになってるんですけど、判定の形はね、ちょうど円錐のような形になってます。この青色のね、網目状で今可視化してあるんですけどね、判定を表示されてる範囲が、吹っ飛ばし属性を持ったね、攻撃判定になっています。当てるとね、ダウン取れるんで結構火力も稼げるかなと思います。この攻撃判定の方にもね、ちょっとエフェクトを乗っけたいなと思ってます。で、その他にもね、ちょっと地罰発生条件とかね、そういう挙動周りにもだいぶ変更を加えたので、ちょっと今回はその辺を重点的にご紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。まず一番大きな変更が、これね、さっきまでの1分ぐらいの映像で気づいた視聴者さんもいるかもしれないんですけど、地罰をね、避けられるようになりました。これめちゃくちゃでかいっすよね。以前まではね、領域展開張りの必中必殺っていう感じが地罰の売りだったんですけど、まあ必殺ではないか。最大体力の 70% 分のダメージなんで、まあほぼ必殺。必中ほぼ必殺ぐらいのやばいやつだったんですけど、その地罰がなんと避けられるようになりましたと。避けるための条件っていうのを少し整理していくと、まずアーツなどでね、メイを使った攻撃をたくさんしていきます。この際ですね、メイの消費量が内部的な数値でね、100を上回ると、この時点で地罰の予約が入ります。1名様ご予約いただきましたと。で、こういうね、エネルギーが収束していくようなエフェクトが再生された後に、何もしないで突っ立ってるとね、そのままキャラクターの足元から地罰が生えてきて、この場合はね、必中っていう効果があります。ちなみにこの地罰の予約が入ってから再生され始めるエフェクト、この収束していくようなね、やつを最終警告エフェクトなんて呼んでるんですけど、まあ今まではね、基本的にこの最終警告エフェクトが出た時点でちぎりをするとね、そこからはもうセーフ扱いになってました。もう地罰が来なくなるってことですね。だったんですが、ここが大事です。今回からはちぎりをした地点に地罰が発生するようになりました。というわけで、結果的に地罰を避けられるようになったというわけですね。これまあプレイヤー目線からすると、どっちかというとね、バフというよりはナーフなんですよね。以前までは最終警告エフェクトが出てからでもちぎりをすれば完全にセーフ扱いだったのが、ちぎりをしてもね、その地点に地罰が来るようになっちゃったんで、すぐにね、場所を移さないといけないっていう。だからちょっとややこしいですよね。避けられるようになったって聞くと、プレイヤー側がね、めちゃくちゃ有利になったのかなと思いきや、単純にね、地罰が発生する機会がめちゃめちゃ増えたっていう形のアップデートになります。というより、まあ、開発者目線としてはそもそもそれが目的だったわけですよね。地罰の発生する頻度を増やして、しかも避けれるようにすることで、まあフィールドに地罰が残る機会が増えてきますよね。そうなってくると、残った地罰を破壊して戦闘に利用したりとか、地罰が発生する瞬間に相手を頑張って巻き込んだりとか、みたいな今までなかったようなね、シチュエーション読み合いっていうのが発生してくると思うので、今回のね、この仕様変更でかなり戦闘の広がり方というかね、幅を持たせることができるようになったんじゃないかなと思っております。なんかゲームってそのタイトルごとに作品を象徴するようなね、特徴的な戦い方とかがよくあったりしますけど、最近だとね、サイメシア、あるいはこれティメシアって読むのかな、ちょっと読み方わかんないんですけど、ソウルライクのね、インディーゲーでちょっと注目してたゲームが発売されたんですけど、まあブラッドボーンみたいな世界観でね、赤狼の戦闘システムで戦いますみたいな感じの一言で表すね、ゲームなんだけど、疫術っていうね、特徴的なシステムがあるんだよね。敵キャラクターの疫病をね、錬金術で武器に変換して、それで強力な技を出せるっていう疫術システムと、それプラス赤狼みたいなね、回避と弾きと見切り、それから2王2の大技に対するカウンターシステムみたいなノリで、敵の疫術に対してはカラスの羽でカウンターが取れるっていうね、
なかなか面白い戦闘システムだったんですけど、そのサイメシアあるいはティメシアでいうところの駅術にあたるような、そのタイトルのね、色となるような特徴的なシステムにね、千罰も育ってきたんじゃないかなと、今回の動画を見返してて思いましたね。これから体験版に向けてね、それ以降もまだまだ制作時間かかると思うんですが、千罰をね、これからも育てていきたいなと思います。というわけで今回はこの辺で失礼します。お疲れ様です。